そのラーメン屋は、駅前の再開発から取り残されたようにポツンと存在していた。昼時になると、長い行列ができる。味が特別にうまいわけじゃない。だが、そこには何かがあった。店主の藤井は無口な男だ。何十年も毎日、黙々とラーメンを作り続けている。常連の誰もが彼の背中を信頼していたし、今日もうまいねとだけ言えば、それで会話は成立した。あの日までは、正午を少し過ぎた頃、いつものように行列ができ、常連も新顔も同じように券売機の前で迷っていた。だが、その空気が一変したのは、一人の男が入ってきた瞬間だった。見るからに異様な雰囲気。目は落ち着かず、汗ばんだ手が震えている。男は券を買わずにカウンターへ。店内の空気が凍りついた。藤井が声をかけようとしたとき、男は懐からナイフを取り出した。全部出世、金だ。一瞬、誰も動けなかった。だが、藤井は厨房から一歩も出ず、こう言った。うちの店で、人に刃物を向けるな。その声は低く、だが尋常でない威圧を持っていた。男が叫んだ。ふざけんな、殺すぞ。しかし藤井は、寸分も動じなかった。奥からずんと鍋の蓋を外し、ぐらぐらに煮えたスープをひしゃくですくうと、それを静かに手元に構えた。これを顔に浴びてもいいなら、どうぞ。騒然とした店内で、誰もが固唾を飲んだ。男の腕が震え、ナイフの切っ先が揺れる。やれるもんならやってみろ。だがな、ここに並んでる奴らは、みんなへの血削って働いた金でラーメンを食いに来てんだ。あんたが壊すには、ちょっと重すぎるんだよ。その言葉が決定打だった。男は崩れるようにその場に座り込み、ナイフを落とした。警察が来たのは、それから数分後だった。後日、ニュースでは大きく取り上げられなかった。ただの店内での軽いトラブルとして処理された。だが、あの場にいた客たちは皆、同じことを感じていた。この店には、ラーメン以上の何かがある。命がけで守った静かな誇り。味でも値段でもない。人の生き様が溶け込んだ一杯。あれ以来、藤井は何も語らない。ラーメンも、いつもと変わらず出てくる。けれど食べるたびに思い出す。あのひしゃくと、あの言葉。ここで起きたことは、ニュースにはならない。けれど俺たちは一生、忘れない。ラーメン屋は、ただの食い物屋じゃない。人と人の覚悟が交差する、戦場なんだ。